ねえメカ、大ニュース。 Google の AI を作ってきた天才科学者が突然トップを降りたんだって。しかも AGI はもう間近って言い残して。本当だ。今週8月5日、Google の AI 研究所ディープマインドのトップのハサビスさんが退任を発表した。この人はノーベル賞まで取った世界で一番有名な AI 科学者の一人なんだ。そんなすごい人が辞めちゃうの？ Google の AI は大丈夫なのかな？それがハサビスさんは辞めるんじゃないんだ。この人事を読み解くと AI の完成が近いと当事者が動き始めたサインでね。何が起きたのか、 AGI はどれくらい近いのか、私たちの何が変わるのか、全部持って帰れるよ。まず何が起きたの？整理しよう。ハサビスさんはディープマインドの現場トップを退いて会長になり、親会社アルファベットの最高科学責任者に就く。後任のトップはハサビスさんと13年間一緒に研究してきた右腕のカブクチオールさんだ。最高科学責任者って一体何をするの？ハサビスさんは会社を去るわけじゃない。本人が退任の言葉ではっきり書いている。私は AGI の実現に人生を捧げてきた。多くの仲間と同じようにそれが間近に迫っていると感じている。だから毎日の運営を離れてその先の対局に時間を使うと、つまり AGI への総仕上げに専念する形だ。間近って本人が言い切ってるんだ。でもそもそも AGI って何のことだっけ？ AGI から教えて。 AGI は日本語だと汎用人工知能。人間みたいに初めての問題でも何でもこなせる AI のことだ。今の AI は得意分野に強い専門家タイプだから、一人で何でもこなせる AI になったら AGI と呼ばれる。なるほどね。で、その完成が間近ってどれくらいの話なの？ハサビスさんは今年の5月公開の場で目安を明言している。 AGI の完成は2030年、前後1年。そして今回の退任の言葉で間近だと自分でもう一度裏書きした。慎重な言い方で有名な人だから、この2度目の明言は重いんだ。2030年ってあと4年じゃん。でも偉い人の予言って外れることも多いよね。鵜呑みにしていいのかな？見極め方ってあるの？あるよ。今日一番持って帰ってほしい考え方だ。予言の本気度は言葉じゃなくて人とお金がどう動いたかで測る。その目で今回の Google を見てみよう。まず人事。後任の新トップは就任と同時に AGI に向けたジェミニの開発計画に一番はっきりした道筋をつけることが最優先だと宣言した。 Google は7月に次の世代のジェミニの開発着手も表明済みだ。トップの言葉がもう次の準備モードなんだね。お金の方はどう動いてるの？ Google の親会社は今年 AI やデータセンターへの投資を積みまして1ドル150円換算で年間およそ30兆円という規模にした。その上で会社は研究の司令塔だったハサビスさん自身を AGI 戦略の専任に付け替えた。研究の段階から完成に向けた量産の段階へ会社の形ごと切り替えたように見えるんだ。言葉だけじゃなくて人もお金も動いてるんだ。ただし反対側の声も正直に見よう。メタにいた世界的な研究者のルカンさんは今の AI の延長では人間並みに届かないと主張して別のやり方を研究する新会社を立ち上げた。オープン AI を作った中心研究者のサツケバーさんも去年の対談で AI の規模を大きくするだけの時代は終わったと話している。近いと見る当事者とまだ壁があると見る当事者が両方いる。それが現在地なんだ。作ってる本人たちの間でも意見が割れてるんだね。私たちにはどう聞くの？効き目は3つある。1つ、新体制の Google は AGI への計画の実行を最優先にしたから。ジェミニはもちろん張り合う他社も含めてあなたが使う AI 全体の進化が早くなる方向だ。2つ、AGI が間近というニュースはこれからもっと増える。全部真に受けると疲れちゃう。だから3つ目、見極めの物差しを持って帰ろう。
大きな AI 予言を見かけたら2つだけ確かめる。1つ、言っているのは作っている当事者か。2つ、その人の会社で人事やお金まで実際に動いたか。見る場所はトップ人事の発表と投資額のニュースでいい。口だけの予言は流す。今回みたいに両方動いた時だけ本気のサインとして受け止める。予言じゃなくて動きを見る。覚えた。ねえ、もし AGI が本当にできたら私たちの毎日はどうなるの？大きすぎる質問だけど、当事者たちは仕事や研究の形が根っこから変わると見ている。だからこそ彼らは今本気で動いてる。その本気度を測る目を今日あなたは手に入れたわけだ。まとめよう。 Google の AI を作った天才が AGI はもう間近と言い残して現場を退いた。会社は人もお金も AGI の完成に向けた配置に切り替えた。ただしまだ壁があると見る専門家もいる。予言は言葉じゃなく動きで測る。今日はこれだけ持って帰ってほしい。AGI はもう間近か。ドキドキするけど、次に大きい予言を見たら、まず人事と投資額を探しちゃいそう。それってちょっとかっこいいかも。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録でまた一緒に賢くなろうね。メリノちゃんでした。